こんにちは、斉藤直樹です。今回は、初心者やりがち、絵が上手くなるために注意すべき5選ということで、ここを踏まえて絵を描くと上達が早まるよというポイントを5つ紹介していこうと思います。絵を描いているとどうしてもですね、練習を頑張ってしているんですが、なかなか絵が上達しないんですよ。ってお悩み結構多いと思うんですが、それは今日紹介するような部分に手癖がついちゃっていて、無意識に絵を描いていると、ついついその癖が出ちゃう。だから上達が遅れてしまうっていうことが多いです。手癖ってですね、実はなかなか自分では気づけないので、何度書いても気に入らない感じになってしまって、なんで毎回こうなるんだろうってね、永久に同じ場所をぐるぐるしてしまうことが多いんですね。実はこの恐怖の袋小路、ハマっている人かなり多いです。でも大丈夫。今までこれを意識できていなかったっていう人はですね、この動画をきっかけにこのポイントさえ意識していただければ、頑張って練習したその努力を無駄にすることなく結果につなげることができ、絵の見栄えを一気に改善。急にね、自分の絵の上達を実感できるようになると思います。今回も気まぐれ添削シリーズの中から実際に作例を示しながら解説していこうと思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速いってみましょう。アクセントになる色を一つ入れる。はい。まず最初にお伝えしたいのは非常に簡単なポイントです。いえ、非常に簡単ではあるんですが、かなり効果の高い方法の一つですね。それが、アクセントの色を一つ入れるってことです。こちらのイラストをご覧ください。はい。アナログのイラストで、鉛筆と色鉛筆で描かれている温かみのある獣耳少女ですね。非常にですね、柔らかいタッチで描かれていて、雰囲気の良いイラストだと思うのですが、僕はちょっとだけですね、物足りなさを感じてしまいました。見た瞬間、あまり引っかかりがないというか、あまりこう長い間見ていられないような感じがします。この現象を目が滑るなんて言いますね。なので僕はこのように添削させていただきました。はい。首の角度を直したり、あとは尻尾を両手で抱えて、ポージングの表情を変えたりもしていますが、僕がここでお伝えしたいのは、あえてこの1点です。アクセントになる色を一つ入れるってことですね。変更後のイラストの瞳の色に注目してください。変更前が茶色い瞳だったのに対して、変更後は鮮やかな緑色になっているのがお分かりいただけると思います。これによって見た瞬間に、おーってね、瞳の部分に目が吸い付けられたのがお分かりいただけるのではないでしょうか。そうなんです。絵ってですね、デッサンとかテーマとか、そういう小難しいこと以前に、色の配分がですね、もう超重要なんです。だってもうそれだけで注目を集められるか、そうじゃないかが決まっちゃうからなんです。デッサンとか絵のテーマとかってですね、どっちかっていうと、注目を集めた後の問題です。人はですね、って見た後に、あれ注目しちゃったけど、この絵ってどういうことが書いてあるんだろうって、よくよく見分けるわけなんですが、このね、っていう最初のファーストインパクト、そもそも見てくれるかどうかは、実は色の配分で注目を引きつけられるかにかかってきます。もうそこで失敗しちゃうとですね、そもそも絵を見てくれないので、いい絵なのか、そうじゃないのか、以前の問題になってしまうわけです。まずはとにもかくにも絵を見てもらうこと。これがね、もう非常に重要なんです。そのためにはまずは色で人の目線を引きつけること。具体的にはこの絵なら、黄色の同系色だけでまとめていましたので、そこにね、ちょっとだけ、もうほんのちょっとだけでいいので、あえて浮くような色を入れ込むことですね。僕はこの絵の場合、目にね、緑を入れることを提案しましたが、これはね、赤でも青でも紫でも構いません。少しびっくりするような色をちょっとだけ入れ込むんです。ひょっとしたらね、特に初心者の場合は、浮いてしまうような色をあえて入れるのには、少し抵抗があるというか、配置するのは少し勇気がいるかもしれませんが、これがあるのとないのとでは、人を引きつける効果が数倍違いますので、ぜひね、この部分意識してみてください。顔の面積と頭の面積を区別しよう。次に紹介したい上達ポイントは、顔の面積と頭の面積を区別しようってことです。こちらのイラストをご覧ください。はい。真っ白な衣装で統一されたキャラクターです。最初の上達法でお伝えしたように、白の中にアクセントカラーである朱色が印象的に配置されていて、とてもね、目を引くイラストになっているのが素晴らしいですね。さっきも言いましたが、色によって目を引きつけるというのが、イラストにおいては最重要項目なので、そこはね、このイラストクリアできているんですが、でもね、そうなると、もっとその先、デッサンとかバランスの問題が気になってきます。はい。僕はこのように添削させていただきました。はい。鼻の色がね、赤くなっている
るなど、他にも添削したポイントはいくつかあるんですが、この添削で一番重要なのは、顔の面積についてです。添削前のイラストで僕が気になったのは、顔の面積と頭の面積を、おそらくね、あまり区別してないおかげで、顔の面積が大半を覆ってしまって、ものすごく顔が大きな人、みたいになっちゃっているのが気になりました。なので添削後は、顔と頭の面積を区別して、目と鼻と口を少しだけね、縮小して、顔の面積に収まるようにしました。はい。ちょっとこのままだと分かりにくいかもしれませんので、両方とも素体にしてみましょう。はい。こんな感じです。はい。こうすると分かりやすいですよね。正面が顔の面積で、赤い斜線が入っているのが頭の面積です。添削前はほとんどの面積が顔になっちゃっていましたが、そのために顔の主張が強すぎるように感じました。添削後は赤い斜線の頭の面積を増やして、顔の面積を小さくすることで、より小顔で上品な女性であることが強調できたと思います。もちろんね、顔のインパクトをあえて強めて、力強い印象にするには、添削前のようなデフォルメにするのが効果的ではあるんですが、このイラストのようにね、清楚な衣装や色使いでしっとりと見せるようなイラストの場合には、実は添削後のように顔の印象をあまり強めないデフォルメの方がしっくりくる場合があります。ぜひね、ご自分の目指すイラストのテイストを考えて、顔の面積と頭の面積の比率考えてみてくださいね。この知識を頭に入れておくだけでも、周りの人よりも一歩抜きん出た実力になれると思います。記号の頼りすぎに注意。はい。次の上達ポイントは、記号に頼りすぎるのは注意が必要ってことです。こちらのイラストをご覧ください。はい。顔に手を添えて、指と指の間からギラリと鋭い眼光を覗かせつつ、攻撃的な笑みをこちらに向けてくる、かっこいい男性のイラストです。オッドアイなども相まってね、ミステリアスな雰囲気を醸し出せていますね。はい。素晴らしいです。ただね、僕はこの絵を見ていて、ちょっと気づいちゃいました。あ、この人ちょっと恥ずかしがり屋な人なんだなって。というのもですね、このイラスト、自分の好きをさらけ出しているようでいて、実は全然自分をさらけ出せていません。はい。むしろですね、みんなこういうのが好きなんだよねっていう世の中で広く語られているようなフェティシズム。で、逆にそれによって自分が本当にいいと思っている部分を隠そうとしているように僕には見えました。なので僕はこのように添削させていただきました。はい、ドン。はい。どのような基準でこのように添削したかというと、僕はなるべく記号に頼らずに、ふとしたポーズ、ふとした表情、服のシワや体の筋など、このキャラクターから滲み出てくるような魅力、セクシーさを描いてみました。添削前のイラストが言いたいことがね、みんなこういう中二っぽいポーズ好きでしょなのに対して、添削後は、私こういう男の人が好きなのっていうのを全力で伝えたような感じです。はい。ちょっとこれに関してはね、かなり思い切って変えてしまったので、添削かどうかは議論が分かれるところですが、僕はね、あえてそれを犠牲にしてもですね、この方にはこのことを伝えなきゃいけないと思いました。なぜかというと、この方はですね、とても高いレベルでキャラクターを描けちゃっているからです。とてもうまくキャラクターが描けているからこそ、小器用にね、小さくまとまってほしくなかったんですね。表現ってですね、時として自分の本性をさらけ出さなきゃいけない瞬間があります。この首筋がいいと思うんだよ。こういう目つきが私は好きなんだよね。こういうゴツゴツした手で優しく包み込まれたい。なんてね、そういう本音です。ただね、そういう本音の部分って、ちょっとね、外に素直に出すのって怖いじゃないですか。だってそれ本音ですから、それがもし誰かに否定されてしまったら、自分の人格の一部を否定されたように感じてしまうからです。ね、ちょっと怖いですよね。でもですね、そういう本音の部分をさらけ出していかないと、絵で伝えられるような良さって、すごくね、薄っぺらいものになってしまう場合が多いです。もしこれ以上、他人が見ても良さが伝わるような絵にしたいと思ったらですね、必要以上にこういうのみんな好きだよねっていう記号に頼りすぎないようにしてみてください。それよりもね、私こういうのが好きなのという本音の部分大事にしてみてください。最初はね、ちょっと恥ずかしいかもしれませんが、きっと今よりもずっと伝わる絵になると思いますよ。絵を傾けよう。次に紹介するポイント。これは何度も言っていることなんですが、大事なことなので何度も言いましょう。動きのないポーズほど絵を傾けてください。その方が圧倒的に迫力が増して、かつ空間の広がりを感じられる絵になると思います。はい。こちらのイラストをご覧ください。夜の街、派手なネオンとビル群を背景に、しゃがみ込んでポーズを決める少し悪そうなイケメン男性のイラストです。ポーズと表情がバッチリ決まっていて、とてもね、かっこいい感じのイラストですよね。はい。かっこいいです。ただね、
ね、僕は確かにポーズと表情はよく描けているんですが、にもかかわらずですね、ちょっと構図的な問題で、収まりが良すぎて、少し迫力が感じられないなと思ってしまいました。なので、このように添削させていただきました。はい、ドン。いかがでしょう？背景のネオンを派手にして、ビル街の明かりを強調したのもあるんですが、注目してほしいのはですね、絵の角度についてです。添削前のイラストは角度がついておらず、ビルのラインを見てみるとわかると思うんですが、水平垂直のラインが強調されていました。そのおかげで、きちっとね、建物が絵に収まっている感じがして、一見良さそうに見えるかもしれないんですが、実はイラストにおいてはですね、きちっと収まりきっているっていうのは、ちょっと動きがなくて、おとなしい印象、静かな印象につながってしまうんですね。もちろんね、おとなしい印象、静かな印象を表現したい時には、あえてね、傾きをつけずに水平垂直にする場合も多いんですが、この絵の場合は強調したいのはこの男性のかっこよさであり、ネオン街の目もくらむような明るさ、迫力だと思うんです。その場合、きちっと画面に収まりすぎていると、こじんまりとした印象につながってしまい、いまいちね、意図したような迫力が出ないことがあります。そんな時の解決法は非常に簡単です。とにかく、ちょっとだけでもいいので、絵を傾けてください。もう角度にしたらね、ほんの10度、20度程度です。それだけでね、なんか空間に広がりのあるダイナミックな印象を作り上げることができちゃいます。なんかこじんまりしちゃったな、動きがないなって思ったら、今紹介した傾き、ぜひ思い出してみてくださいね。ぼやかしすぎに注意。さあ、本日最後の上達ポイントです。それは何かというと、特に背景を描くときなんですが、ぼやかしすぎに注意してください。はい、こちらのイラストをご覧ください。水にぷかぷか浮かんで、海水浴を楽しんでいるお姉さん。とてもね、気持ちよさそうなイラストですね。お姉さんの涼しげな目元もとても素敵なイラストだと思います。ただ僕はですね、一箇所すごく気になった箇所があります。それが、背景です。背景の雲がですね、ちょっとぼやーっとぼやけてしまっているんですね。これのね、何が悪いのかっていうと、おそらく本人としては、雲をぼやかして遠くにあるように描くことによって、広々とした空間、開放感を表現したかったんだと思うんですが、これですね、実は逆効果なんですよ。このように、全部一律でぼやけたような雲を描いてしまうと、なんて言うんだろう。ほら、例えば、写真スタジオとかで、雲がプリントされているような壁紙あるじゃないですか。あれを背景に置いて、で、狭い空間でグラビア写真撮りました。みたいな感じになっちゃうんですよね。逆に距離感が感じられなくなっちゃうんです。なので僕は、このように添削させていただきました。はい、ドン。お分かりになりますでしょうか？添削後は、雲も海の波も少しぼやけたようなブラシで描かれていましたが、添削後は、ボケ足のね、ほとんどないブラシで、くっきりはっきり描かれています。一見背景はぼやかした方が、距離感が表現できていいのではないだろうか、と思ってしまいがちかもしれませんが、比べてみるとどうですか？添削後の方が、広い空間を感じられないでしょうか？このようにですね、背景だからといって、一律にぼやかしてしまうと、逆に距離感が感じられなくなってしまって、閉塞感さえ感じさせてしまう場合があります。あれ？ちゃんと背景描いたはずなのに、なんだか狭い空間にいるように感じてしまうな、って思ったら、背景をね、一律にぼやかしてしまっていないか、確認してみてください。そしてね、もしかしたら気づいた人もいるかもしれませんが、さっき紹介したように、画面を傾けるというテクニック、このイラストにも使っていますね。はい。今回紹介したテクニックを併用することで、さらにあなたのイラストをパワーアップさせることができると思います。ぜひ今回の動画、お役に立ててくださいね。ということで、いかがだったでしょうか？今回紹介したテクニックは、初歩的なテクニックだったと思いますので、どんな方にも取り入れやすいポイントだったと思います。ただね、初歩的といっても、バカにしてはいけません。意外とね、絵が良くならない原因っていうのは、こういう初歩的な部分を実は大事にできていなかったっていう場合が多いからです。これは初心者だけではなく、中級者とか上級者になっても同じことなんですね。そういった意味では、絵の基礎的な着眼点、非常に大事です。もっとそういった基礎的な部分を知りたい、思い出したいと思ったらですね、こちらの動画、イラスト上達9割の人が忘れてしまうもう一つの基礎とはをご覧ください。きっとさらにあなたの実力を底上げするきっかけにしていただけると思いますよ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。